皆さんこんにちは。花盛りの君たちへ芦屋瑞希役の山根彩です。皆さんこんにちは、佐野泉役八代拓です。皆さんこんにちは、中津修一役豊木久之介です。よっ声でかいな、テレビアニメ花盛りの君たちへ第2クールの7話アフレコが先ほど終わりました。お疲れ様ですお疲れ様でしたお。疲れ様でした。アフレコの感想や本編の見どころをアフレコアフタートークとしてお届けしております。ははいい、おなじみ3人でお届けします。よろしくお願いしますはうんさあ今回はなんか見どころというかうん盛りだくさんでございましたよ。いやすごかったです。はい、ねえまずね、うんジュリアが帰っちゃったからそう帰っちゃっだよた。この大声の落としどころをね、やっぱ探ってます。はい、なんかテストの時2人が端でジュリアと中津がめちゃくちゃ「サルサルサルや!」って言ってて前半最後のメリケン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 ってバカザルバカザル諦めてましたもんね。あ、そう俺初めてだと思います花盛りの君たちへの収録が始まってからはい自分のセリフを途中でやめたの、やめあ、やめてたんですね。実テストねテストでテストの時テストの時は仁義なき戦いというか犬猿の中っていうセリフがあったんですけど、なんて言うんだっけって聞いたそうら仁義なき戦いというもういいか何にも聞こえなかったね。もう本当に聞こえなかったよね。しかも両端でやるからタッチ悪いっすそね。う水木の声もか全然聞こえすかにしか聞こえなかったしですね私たち。ってでもいうなんかぐらいの。あれがちょっと聞けなくなるのも寂しいですね。いやそうですそうなんね。ですよ毎話のようにね言い合ってたししかもちょっとなんかさうん、ねそうなんですよ。そうなんですよ。ちょっちょっととなんかね。ちょっと二人仲良くなってんですよ。そうなんですよ。なんか前回肉まんあげたらへんから、はそうフラグがね立ってるかもしれませんよ。小さい声で言ってます。はい。だってなんかジュリアが中津を見る時の目がなんかちょっとちょっと可愛く乙女になっちゃったから。ふーんみたいな。それ以上はネタバレストップ入りました。あ、確かに中津ストップが中津ストップ。すみませんすみません。ストップ。はい。ちょっとモーションが伝わらないと面白くないですよね。そうですね。そう一応音声だけでお届けしてます。番組のね、はい、ありますけどね例のやつ。はい。ということで、うんあと新キャラクター待望の来たはいフォトグラファー来ましたね原明葉さ原ん。明葉さん、森ね。久保さんじゃないですか。森久いやいや森久保さんじゃないですかで俺の方見ます。別にいやまあまあすごいお世話になってるねそう先ですよね。輩森久保さん、ですし。私気づいたことがあります。何でしょう森久保さんと八代さんがお二人で並んでいるんこの状況をうん生で見るの初めてだったんいやいやですよ。そんな確かに違うなんか違う違う生で見るのが初めてだったんですけど、うんお二人うん顔つきが同じというか似ていいてやいやいやそんなことないです。似ていらっしゃるんで、そんなもあん。だからやっぱこう骨格というか顔そうそうそうが一緒だと声もこう似ていく似てないって。いや似てないでしょだって。話してたんですよ。話してたんですよ。ずっとそのお外でこう皆さんがおタバコ吸われてる時に、私と役の中でこう休憩中に、うんなんかお二人の顔つきというか、なんか骨格が似てるよねみたいな。だから本当に？だからモノマネうまいんですかもうねみたいな。顔立ち同じですよ。同いやじとか同じめちゃくちゃその同じ。森久保さんに失礼ですよ。いやいやもうミメもよろしくて、いや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 。そうねハンサムですけどミメもよろしくて、ミメもよろしくてハンサムですけれども、うん興奮な。めっちゃ似てますよ。いやいやうん僕は嬉しいですけどね。うんそれはもうだからこの口角が似てます。あ、確かに表情もちょっと似てるんですよね。そうなんですよ。でも佐野とはもう全く違うんで。あ、あー原明葉さんはねそこはね。そこは似てないでしょだって全然。正反対の二人で。そうでしょ。チャラチャラしている感じとか、なんかうんひょうひょうとした原さんが出てきました。いや原さん。はい、あとなんか梅田先生となんだかあら因縁がありそうな感じで、なんかあれはいろいろあったらしいですよ。もしかしてラブの部分ですか？それ以上はありがとうありがとう。それ以上はそれはなんかずっと。ストップ。それでいやいやそれ伝わんない。伝わんない伝わらない。それストップ。そう伝わらない絵がない。食べ物持ってこなくていいのは手を出して手を一応出して手のストップで一応こう肩に手を置かれる番組のやってるんですけど、あるけどポンポンされトントンねさあるけどれないといけないですけど、いやでもすごく魅力的だし。はい、気うんになるキャラクターですよね。気になる気になうる。ん、どう私たちと絡んでくるというか、ねまだ全然見えてないですもんねなんだか。水気を見てニヤニヤしておりました最後の方とかは。いやねそうちょっとなんニヤついかてましたよ。ナルシスティズムというかそうですね変態チックなところもあって。確かにうんナルシズムじゃなくて。ごめんなさい。なんて言った今。ナルシスティズム。初めて聞く言ナル葉シス。ティズムじゃなかった。ナルシスティズム。いろいろ混ざってるかもしれないですね。いろいろあるな。まあまあでも確かにねそういう一面も感じますね。そうそうありましたねありましたよ。気になります。はい、気になりますよあとは姫島さんがドイツ語を頑張っていらっしゃいいました。かがでしたか皆さ小林さんのドイツ語ん。需要しかありません。ねうん。も
収録テストでやられてたじゃないですか。もう本当あれでもいいのではないかって思うくらうんうんい素晴らしかったんですけど、小林さんはテレ屋さんみたいで可愛い言い方してるですね。最後にこうもうこれ最後に俺やりたいからって言って、うんみんなもうお酒出て帰ってって言ってそうそうおっしゃってましたね。じゃあ私たちもアフタートークありますけど出た方がいいですかって言ったら出てくれる方が嬉しい、ありがとうごめんねみたいな感じでも我々もちろんですって言って、気になりすぎて、そう結局そのあんま見ないでっていう小林さんの気持ちを無視して、外で思いっきり聞いた挙句出てきた小林さんをどうも素晴らしいお疲れ様でした出迎える拍手で迎え大入れる拍手でもう卒業式みたいな感じ本当にで出迎えてしまって、うん恥ずかしいっておっしゃってました。素敵ですね。うん本当に駒田さんもドイツ語監修が入ってて、ねそれがすごいですよね。いやー英語もさ英語監修もね、水木の英語とかやってそうそうもそうう本当私一言で何回つまずいたことかって感じなんですけど、うん小林さんはもう本当にもうさらっとというか、ねあっという間にうん終えられてて、もう本当に素晴らしいなといやマジで思いましたよ。うんドイツ語覚えました。えバイスっておねはいはいたくさん今日おっしゃってましたけど、はいはいはい姫山さんがうん白という意味らしいです。ね、うんバイス白そうなんでです。シュバルツが黒ということはここまでに止めてどうストップあー半径ストップごめん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 半径ネタバレストップじゃないストッそれわかんないんだってプもういいかこのパッケージなんもういいですだよ中津ストップからのストップなんなんだノリができちゃった。ストッそうですプちょっと今日いろいろ大丈夫ですか、権利問題。ね山田ちゃんのストップの時の顔が仕上がってるマジでストップそれなんだ見せれないんだって残念ながら伝わらないたいな。全然伝わらない見ていただけいいですかちょっとスタッフさんにやっていいですか、んストップだからわかんないんだってお客さんに見せれないんだ。見ていただいたところでもう満足しこれをました聞いていただいてる皆さんにねそうですよどう思いをねどこかでやりりたいと思います。これが公開された後にうんなんかイベントとか、そうねなんかそれこそなんかあった時とかに、そうですね。写真撮影があった時に私これやります、だからもしかしたらはいこの音声が届く頃にはもうはい披露してるかもしれないしねしてるかもしれません、うん確かにうんそうだやってしいいの？なんだかこうね他の番組とかね特番とかラジオとかなんかあーあるかもしれあるかないじゃないですか、もしれないし他にもそれまだまだ、始まってるかもしれないはいうんでもしなかったとしたらやめたんだなって思ってくださいそれか大人に注意されたんだがあるかもしれないい。ろいろさせてください危ないですよね、うんいろいろある確からねかにいろいろそれはね昨今はうん厳しめでございますからありがとうねございますね。はいということで、うんなんか3人ちょっと久しぶりですか？そうっすね。なんかアフタートーク。一応うんそうかうんそうなんかそうね結構こう節目というか、うんあ節目っぽい時になんかうんお話の切り替わりだったりとか、そうかなんか切りがいい時に3人になったりするらしいんですよ。今日は第2クールの半分まで来た。はいという意味ですね。うん7話まで来ましたよ。早いっすね。もやばいあっという間ですよ。ねうなんかつい最近始まったと思ったら、本当だよねもうここまで走り切ってまいりましたが。青春ってあっという間なんだろうね一本いやいいめっちゃいろいろやりすぎてるいろいろやりすぎてるストップそれ以上はもうごめんストップ。それいやそれやったら怒られるんだって。やばいこれ楽しいの俺らだけの可能性があるごめんなさい。大丈夫かどうしようごめんなさい。今日はなんか私たち解放されてる。でも今日すごい楽しくてね収録も結構そうなんです。なんか人もすごく多くて。うん A は割と少人数で B からバンと人増えてっていうのはそうですねまたなんかねなんか。雰囲気違って新しくこうなんか修学旅行編が終わりましてね、そうですね。こう写真とかモデルとか、うんモデルだってお二人なんて言ったらねもうスラッとしてていやそんなことないですけどね。やめてくださいよまんざらでもないじゃないですか。いやちょっとやめてください。ささやいてもらっていいですか？やめてくださいよやめてくださいよ。ちょっと待ってちょっと間違えた。ちょっと違うちょっとないかちょもう一回やってもう一回やってやめてくださいよ。ちょっと笑いを取りに来てる。なんか怖いさちょっと出ちゃうんだよねそう出ちゃうんですよ。中津が出ちゃう。スケベ心飽きまへん。あ今飽きまへんな。そのジェスチャーも伝わってないのよそのてへーみたいな伝わらないぜ。片側お猿さんみたいな一緒に飽きまへん。一緒にストップと一緒にやるかいつか写真飽きまへん。ストップやりましょうか。もう終わりましょうか。これやばい。ちもうょっとここま今でにしましょう日疲れてるかもみんな。ちょっと今日まあでも時間がやりきりましたねやり今日もねきりました。すごい楽しかったやりきりまですししたので、いやーはい、来週楽しいもはいお楽しみにというところで、はい。はい、今回のアフレコアフタートーク担当は芦屋瑞希役山根彩と佐野泉役八代拓人中津修一役豊谷菊之助の3名でお送りいたしました。次回の担当は誰がやるのかな。お楽しみに。バイバイ。